はい、始まりました。今日は大人気シリーズラクドス編になります。ラクドスはどうですか、人気のほどは。人気あるんじゃないですか。ラクドスって結構いろんな本を持って強いですもんね。いろんな本は取ってっていうか、今パイオニアのことを思い浮かべましたよね。でもだってモダンとかでもラクドス結構強いですよね。だからそのスタンダードとかでもラクドス結構あ、そうなの？強いんじゃないですか。もう全然追ってないから分かんないんだけど。だからラクドスは人気あるかもしれないということで、はい。これからラクドスの統率者を始めようと思ってる人におすすめの統率者4選になります。4体選んできました。はい。はい。まず1体目からうん出させていただくんですが、はい。まず1体目は暴動の長ラクドス。そのまま来たねみたいなね。こいつ結構人気の統率者でして、人気あるね、これは。こいつ結構人気ですよね。うん、はい。紹介させていただこうかなと思うんですけど、はい。能力説明させていただきますと、はい。ラクドス4マナ。これすごいですね。黒黒赤赤ですよ。はいはいはい。もうマナクリプトとかクソの役に立たないっていうね。で、4マナ66で、このターン対戦相手1人がライフを失っていない限りこの呪文唱えられません。つまり何とかして失わせないと出てくることはできません。はい。で、飛行トランプル。はい。66飛行トランプルです。4マナ66飛行トランプルですよ。やばいですね。さすがにスタッツ良すぎるでしょ。確かに。で、対戦相手がこのターンに失ったライフ1点につき、あなたが唱えるクリーチャー呪文が無色1少なくなる。これとんでもないこと書いてあるんだけどね。だからとりあえずまずライフ失ってなくちゃいけなくて、失わせる手段っていうのはなんとかクリーチャー殴ってもいいですし、なんとかするんですけど、はい、まず出すじゃないですか、失わせて、で例えば火炎の叫べ、みたいな2マナで4点オール、ってことは2マナで12マナ軽くなる。つまり実質10マナ軽くなると。ですよね。確かに10万軽くなってる。2万で10万軽くなってるっていうね。やばいですね。はい。っていうのをやって、そこからエルドラシ、はい。K を何でも捉えられますっていう。エムラクールでもいけると。はい。はい、いけますね。何でもいけますからね。はい。だから結構楽しそうですよね。大味だな。だいぶでもだってとにかくパッティーと火つけるのは最初楽しいですからね。まあそうですね。はい。だからそれだけでは勝てないなってだんだん思ってくるんだけど。一応フィニッシュ手段としまして祖先の像っていう、はいですね。アニマでもよく声がかかると言われてる。はい。バインデの時パーマネントを1つ手札に戻すっていう、無色4マナのクリーチャーでして、4コス軽減されてれば、無限出し入れが、可能になるということで、そうですね。例えばパーボロスみたいな、バインデの時2点オールみたいな、衝撃の震えみたいなことがあれば無限ダメージで勝てますよっていう感じになります。で、一応こいつの未来想像しましょうか。はい。どうですか、こいつの未来は。雑に来たね。こいつの未来ありますよね、結構。単純にクリーチャーファッティ枠っていうのは無限には供給されるので、その部分の強化はまあ来るでしょうと。来ますよね。だから結構こいつカジュアルで見てもかなり面白い統率者になってると思いますんで、ラクドス的には結構おすすめになります。はい。じゃあ2体目いきましょうか。はい。2体目は死の上のタイタンクロクサーになります。はい。これもだいぶラクドス的な定番感がありますな。結構そうですね。有名かもしれませんね。結構強めの統率者になるんですけど、2マナです。ラクドス2マナ。の、こいつも66だという。2マナ66。いやまあでもこいつの場合はバイデ出た時脱出してなかったら生贄に捧げるという、これはまだパイオニアリーガルで全然あるんですけど、バイデるか攻撃するたび各対戦相手はカードを1枚捨てます。で土地出ないカードを捨てなかった場合、いわゆる土地だったら3点を失うんですよ。なんか変な書き方ですね。要は何も捨てられなかったら食らうし、そうですね。っていうことなのよね。そうなんですよ。で脱出は4までできて5枚追放して脱出して前に出ると。あまりここの部分に関しては統率者では使わないかもしれないですね、正直。
あんまり使わないかもしれないですね。はい、確かに。例えばどんなカードが入るかって言いますと、はい、僕ちょっと角度でおすすめのカードあるんですが、普通の拡大っていうカードがちょっとおすすめでして、はい、3マナのエンチャントで、はい、対戦相手に単一の発生源から3点以上ダメージが与えられるたび、そのプレイヤーはカードを1枚捨てる。あれ微妙にディスシナジーあれダメじゃないダメダメじゃないダメじゃんこれじゃダメかもしれないです失うだったこれ失うだったあれおかしいなでもおすすめです大丈夫かな何が入るかっていうのはいろいろ考えてもらいましょう、はい、例えばダメージ削るっていうかもう基本的に、ほぼターボ直すみたいな形になるんですよねこのデッキって。そうですね、はい。でそれで最終的にはどんなカードで勝つかって言いますと、いわゆるワールドゴージャー危ねえんだよな無限マナで勝てるじゃないですか。そうですね。無限マナで無限回こいつをキャストすると、無限ダメージになるっていうライフルートになるっていうシステムになってるんですよ、はい、ですのでワールドゴーチャーが一番やりやすいということで、他にも手段あると思うんですけど、なんでワールドゴーチャーが一番いいかって言いますと、黒草をまず唱えますと、で墓地に置くっていう選択肢があると、で墓地に置いてる状態でワールドゴーチャーをするとワールドゴーチャーの行き先の心配がなくなる、ということで黒草が意外と相性がいいんじゃないかと、いうことでワールドゴーチャーしてくださいという形になります怖いですねワールドゴーチャーワールドゴーチャー怖いよでこいつの未来を想像しますと、はい、ゴージャーじゃない無限マナみたいなのそうね、ワンチャン、無限夕食無限いけば何でもいけるんで、はい、ありえるっちゃありえますよね。ありえるっちゃありえます。新しめのコンボで言いますとハトバトシリ術師みたいなコンボも追加されてってますんで、しかし今のところ取り回し的にはワールドゴージャーのがいいんですけど、あとパイレクシャの空気台からもいけるんですよね。いけはするけどね、はい、安全ではあるけどその分ちょっと枚数が必要だったりとか、はい、っていうところはありますね。一応統率者が無限マナで勝てるっていう、そもそも統率者だっていうことが結構強いっちゃ強いですよね。あまり実はラクドスだと他にはそんなにいないという残茶ぐらいですかね、はい。なんで結構おすすめになります。はい。で次の統率者いきます。次は獲物貫きオボシュになります。相棒じゃなくて相棒じゃない相棒じゃない方で使います。一応能力説明しますと、ラクドス5マナ無色さんのこれ混成2です、で3号です。で一応相棒の能力ついてまして、はい、デッキ全てのカードが奇数だと相棒にできます、とりあえず忘れていただいて忘れていただいて統合者なんで、はい、であなたがコントロールしていて奇数のマナコストの発生源が与えるダメージが2倍になる。なので相棒の条件は必要はないんですけれども、かなりの割合で奇数のカードになると。いっぱい奇数のカード入れてください、はい、でこの赤黒っていうのは、はい、ダメージを削って勝てるパターンっていうのも、はい、一応存在するということで、はい、僕の大好きな、はい、ダメージを削るプランっていうのが結構あるんですけど、はい、奇数3マナのダメージ削れるカードっていっぱいあると思います、あえてここでは紹介しないんですが、例えばどんなカード他に入るかって言いますと、絶滅のケーキみたいな、はいはい、4マナの総サリでして奇数か偶数を選んでどっちかが全追放。つまり選ぶのは偶数ですね奇数生き残るっていうこれかなり面白いですよねこのデッキだと。一方的全追放に全じゃないっていう全じゃない中途半端な中途半端に残るけど受けるかもしれないですであとかなり面白いカードもう一個ありまして、アシュリングの特権っていうこの専用カードがあるんですけど、完全に専用カードはい2マナのエンチャントでして場に出るに際し奇数か偶数を選びます、はい、こいつが、はい、でその選ばれた方が各クリーチャーが速攻を持ちます、はい、なんで奇数が速攻を持つという。なるほどこれ良くないですか。いや強いよ。相手もこれは強い。相手もか。なるほどなるほど。相手もか。でもおまけの能力ついてて、選ばれなかった方はタップインでしょ。やばくないですか。いやちょっと相手もかーっていう
だからマナクリとか普通にマナクリとかそこになっちゃうそこになっちゃう大丈夫かな面白いですよね、で一応フィニッシュカードがベルフェゴールの域っていうカードがあるんですけど、誰も使わねえカード、このおぼし専用カードがあるんですが、まあダメージを削るカードって、最後フィニッシュが必要なんですよ、なんで一定以上のダメージ一気に与えられるやつね。ある程度ダメージが与えられないといけないんで、このベルフェゴールの域っていうのは5マナのラクドスのインスタントでして、各対戦相手に5点のダメージ、それだけ聞くとね、そんなにって思うけどね。思うんですが、おぼしが出てる状態だと各対戦に10点。さすがに10点だと痛いよね。これが実はソーサリーだと意味なかったんですよ。これがインスタントなんで、どっかの最後のエンド時にインスタントで10点オールを打ってこっちは殴りに行けるみたいな盤面だったら決まるじゃないですか。確かにね。だから一応そんな感じになります。でまあこいつの未来を想像しましょう。こいつの未来は明るいです適当だなダメージ削るカード、でしかも奇数なんか絶対奇数って2分の1で収録されますからそりゃそうなんですけど、一応でもほらもうすでに数たくさんね、収録されてるわけだから、そいつらは一応上回ってこないと。そうですね。かなり調べるのも楽しいですし、かなりおすすめになります。じゃあ最後4体目いかさせていただくんですけども、1つ目の暴君カラジカールになります。これは確かやりましたよね。これはやってますね、確かに。一応概要欄貼っときますんで。で、能力。こいつはあと問題としては売ってます？これ売ってないですかこれ？ワンチャンないかも。本当ですか？本当？そうなの？そんな人気なの？もうトートシャデッキのカードだからないかもしれないんですが、5マナのラクドスのクリーチャーでして、55です。で、あなたがプレイヤー1人を攻撃するたび、そのプレイヤーがコントロールしているクリーチャー1体を対象としてそれをタップして出走します。タップしたというところね。偉いです。でしかもこいつじゃなくてもいけます。あなたがプレイヤーを1人攻撃するためなんで。で、対戦相手1人が他のあなたの対戦相手1人を攻撃するたび、もちろん使用されてるクリーチャーでもいいですし、それ以外の全く正気なクリーチャーでもね、クリーチャーを攻撃するたび、あなたとその攻撃プレイヤーがそれぞれカードを1枚引いて1点ライフを失います。やばいです。お互いにね。これ何がやばいかっていうと、かなりヘイトが低いですこいつ1体、これほぼ1体こいつが場に出てるだけなんですけど、まあいいかってなるんですよなるんだなるんですよ。殴りに行きまして、タップでしそうなんで、もう大体でかいやつをタップしてしそうするんで、ブロック55なんであんまされないじゃないですか。難しい。だからほぼ出走できるんですよ。でこいつは知らないで出走できるんですよ。でそれ出走されてればドローできるじゃないですか。でドローをこっちはしてって最終的にどういう風に勝っていくかっていうのをちょっと置いときまして、まずどんなカードが入るかって言いますと、例えば無慈悲みたいな、この4マーのエンチャントでクリーチャーがあなたにダメージを与えると破壊する、こっちに殴ってくると破壊ですよみたいなカードがありますんで、そんなんで殴ってこないように、もうこう出てるだけで殴ってこないですけどね実際。一応20掛けでそういうのもできまして、あと例えばドゥームスカージカルダールみたいな、ほぼ全部思想みたいな前に出た時思想とは書いてないけど思想よりも実は微妙に強力っていうねこれ赤黒で思想で有名なカードってこれなんですよ。思想じゃないけど一番有名なカードこれなんですけど、まあそんなんで盤面をなるべくこっちに殴ってこない、で殴ってくださいよみたいな盤面にするっていうよくある思想のムーブをして、最終的には赤黒なんで、ソーランの大祭とか、あとは暴動とかたどり着けますから、壮大な決戦とか結構引けますからね、こいつなんやかんや言って、でお互いに引いてるから、まあいいかってなっちゃうっていうね。まあいいかってなって、こっちはあんまり展開しないからまあいいかってされなるっていうそうこいつかなりカジュアルだけどおすすめになりますんで、やってみてほしいんですが、こいつの未来を想像しましょう。あと一応無慈悲系のカードっていうのが、結構再収録みたいなのありえますよね。最近でも結構リベア物語かなんかでアングマールの青でしょ、
増えましたよ。結構強いよ。カジュアルだそうだけど破壊不能にできるからね。あと例えば思想のカードももちろん当然増えてきますから、そうですね。で、思想系のカードのついででいうと、要は結局攻撃されるとなんかデメリットとかメリットとかをねお互いに供給するみたいなカードも結構増えてるんで、赤のカードで。っていうところも結構構築の幅広がってくる要素にはなるんじゃないかと。でおすすめになります。で以上でラクドス4体ご紹介させていただいたんですけども、大丈夫だったですかね。いつ見なく適当だった気がしないではない。大丈夫かな。大丈夫です大丈夫です。ちょっと不安だったのは、クロックさんのところ靴の拡大があれダメじゃんみたいな。本当は無駄省き紹介しようと思ったんですけど忘れてたっていう大丈夫かな。まあ今補足したんで他にもラクドスで爪の討論者ありましたらコメントしていただけたら嬉しいですということで、あとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。